羊の予防接種のやり方がこちら。かわいい。もう一回並んでるやついてて笑た。パッと見電気椅子。腹を見せるように逆さまにすると動きが鈍くなる習性があるのか。金玉くらされてんじゃん。されるがままやな。羊さん、痩せた悲しい姿になってしまう。ヤギだよこれ。アルパカやろ。これは山。ラクダ。これ羊か？金持ちが飼ってる犬定期。カモシカ定期。キリンの赤ちゃん。これって顔の周りだけ残してくれてありがとう。ってなるんかな。羊さん、エンジンを組み2週間以上回り続ける。何かの前触れか。眠なるわ。馬動画でこれ見たわ。理由はないらしい。始まったな。よしくかな。なんじゃ移民召喚の儀だわ。群れで移動してるつもりなんじゃないの？かごめー、かごめー。餌代ありがとう。羊200頭感謝を込めて、牛、にちなみ。千葉県富津市の観光施設マザー牧場で羊が一文字ならぬ羊文字で牛を表した。餌箱並べ替えれば何でもできそう。好き。これを牛でやらないのが天才。すんげー笑った。なんてむごいことを。牛はちと難しかったか。屈辱の羊。ジャンピングシープで検索するともしかしたら羊って空を飛べるんじゃないかみたいな写真があって感動した。さすが眠りを誘う生き物ですね。私も一緒に飛びたい。羊雲。飛んでるー。すごい。眠気が全部ぶっ飛んだ。わら。羊の背中が反ってるの初めて見た。フレンドリーな羊が牧羊犬に、仲間に入れて。犬さんも羊さんもお互い少し遠慮しながら距離感縮めていくのが面白い。羊の若干ガチな感じが素敵。羊、楽しそう、混ぜてもらえないかな、犬、今は仕事じゃないから、全然オッケー。羊くん、よかったね。夜中に変な声が出た。優しい世界。羊が仲間になった。おでこを差し出したんじゃなくてごっつんこしたいんだろ。飼っている羊たちの頭がみんなピンク色に。牧場主が驚愕したその原因は意外なものだった。バレーブラックノーズシープは、モフモフした白い毛に、真っ黒な顔が特徴だが、最近この羊たちの群れに変化が起きた。頭部の毛がピンク色になっている。羊たちがピンクヘアになった原因は、新しく購入した餌箱だった。頭を突っ込んで餌を食べていた羊たちは、餌箱のペンキの色が頭部についてしまい、ピンクヘアになったようだ。ファンキーな羊だぜ。羊のショーン豚がいたずらしてプールにペンキ投げ込んだせいでみんな真っ赤になる話を思い出した。桜伝部。狙ったような可愛さ。果敢みたいで可愛いがこれ落とすの大変そうだな。釣り人に背後から突進する羊。めっちゃ狙い定めて落としとる。何が気に食わなかったんや。羊って結構怖いよな。荒ぶる羊。レロ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 。気違いの顔なんよ。これヤギじゃね？ヤギってなんでこんなキモいんやろか。後ろの黒ヤギの冷めた表情見ろよ。こいつやべえ。楽しそうな犬たちに感化された羊。思わず。羊も嬉しいと尻尾を振る。撫でるとウレプルする可愛い子羊たち。尻尾は正直。不器用な振り方がまたなんとも可愛い。ゆきちゃん。アンニュイな表情は変わらないのに尻尾すごい。顔の無表情さと尻尾の素直さ、どちらも想像以上だった。これって実は反射なんだよね。すげえ。
ハイジみてー。かわいい。尻尾がうにょんうにょん。子牛もミルクの時は尻尾振るよ。愛し合うヤギと羊。異種愛の末自然交配で生まれたギープ。アイルランドの農場でメスの羊とオスのヤギが愛し合い、自然交配で交雑種を出産した。このハイブリッド種はヤギと羊をもじり、ギープと呼ばれているものだ。ギープちゃんかわいい。長生きしてくれよ。交雑種は子供が作れなくて一代限りで終わってしまうと聞いたことがあるけど、この子もそういう運命なんだろうか？お母さんのふさふさっぷりにちょっと笑った。キャワは、キメラじゃなくて、自然交雑なのか。すごいな。日本カモシカと羊の間に子が生まれたらジープかね？日本にはウナギ犬というハイブリッドがいるのだ。羊たちの沈黙レベル。ホラーな雰囲気を醸し抱いている悪魔の人たち。実際のところ羊の群れって基本的にやかましいよね。数が多いだけじゃない？なんで悪魔ってヤギ頭なの？ブラックシープだっけ？何か実際羊の群れがクリーチャー化するホラー映画あったよね？夜、囲まれたら泣いちゃう。羊やヤギの四角い瞳孔が苦手。ごめんよ。ジンギスカンをバケツで焼いてクリア朝日飲んでる夢だった。心が濁ってるんかな。流れる X ファイルズのテーマ曲。狩るか狩られるかの戦い。痛恨の一撃。羊に股間を頭突きされて悶絶するカメラマン。カメラマンの方へとことこと歩いていき、さらに不思議なことに股間をじーっと凝視。すると突然、強烈な頭突きを繰り出して見事に股間にヒットさせたのである。カメラマンはあまりの痛さと衝撃に撮影どころではなくなってしまったが、他のカメラマンがバッチリとその光景を抑えており本人以外は愉快な展開となった。なぜそんな問題のある子を取材に出す？角が当たってなきゃいいけどねロマンチックが止まらないな。プルプル。この羊がオスで男性フェロモンに反応して同じオスを攻撃したと予想。キャメラマン、ここは勘弁してくれよ。羊、OK、ここだなドボー。羊さんたちに助けてもらおう。ちゃっかりと羊の背に乗り洪水の難を逃れるウサギたち。ニュージーランドの農場を豪雨が襲い、家畜である羊たちは高台へと避難し、難を逃れた。3匹のノウサギはヒッチハイクに成功し、羊たちに安全な場所へと運んでもらったのだ。サメじゃなくて羊でよかったね。ウォーターシップダウンのウサギたち的なお話。どうやって乗ったのか知りたいな。しがみつくことはできないしジャンプしてもうまく着地するのは大変そう。ウサギさんも必死だったのねよく頑張った。乗るしかないこのビッグウェーブ羊に。もっと、もう振られたい子羊のエンドレス最速が川よ。もふもふもこもこ。いい光景だね人間の手によるなでなでにはやはり何か力がある。うちの犬だこれ。かわいい真っ白ふわふわ。だが、この後ラム肉となってジンギスカン鍋に。ゆきちゃん、かわいい。これがハンドパワーです、ミスターマリック。ビールにケースと引き換えに譲り受けたのはなんとユニコーン羊。南オーストラリアで家畜商を営む男性は最近、まさかのビールにケースと交換でマジカルなビジュアルの生き物を手に入れた。伝説の生き物ユニコーンのように頭部に角が一本、ニョキッと生えた羊の上位である。上位の頭部にはもともと2本の角があったが、1本が折れており、残った1本が中央に生えているため、まるでユニコーンのような見た目をしている。上位くれぐれもその角を大事にするんだぞ。もう1本の角は折れたんじゃなくて、ユニコーンっぽく見せるためにわざと切ったんじゃないか？日本で羊というとの幼いうちに尻尾を切って角を焼くのだけど。デッカードの夢から出てきました。上位のタレント活動を計画しており、ショーに出演したりするほかゆくゆくはハリウッド進出も視野に入れているそうだ。
また、子供たちがユニコーンと触れ合ったり、背中に乗ったりできるイベントも企画しているのだとか。壮観。羊たちは沈黙しない。数千匹の羊たちが道路を占拠。この羊を一頭一頭毛を刈る時のことを考えたら気が遠くなるな。流体力学。うんこ大変そう。ダイブしたくなる。オフプン。羊が1匹、羊が2匹、羊がズズズ。羊たちの喧騒。一頭くらい車の中に引き込んでもいいんじゃないかな。もふもふ。ちょっと通りますのレベルじゃない。戦闘集団も最後尾すら見えない羊たちの道路横断映像。もうこれホラーでしょ。多勢に無勢。さすがニュージーランド。片側だけかと思ったら一瞬で道路全域を支配した。不眠症の映像的表現。想像以上に大群で面白かった。天変地異でも起きそうな予感。羊、牛やんけずつきしたろ牛。牛強すぎ。これ大好き。おじけづいてて草。仲良し。なんで頭突きしようと思ったの？最後とことこで草。羊の突進の助走距離取るところ好き。とことこ、コツン。優しい世界。頭が上下逆さまについている羊、元気に暮らす。おそらくはイギリスの牧場かと思われるが、頭が逆さまについた羊が存在するという。この羊はテリーという名で、牧場主が獣医に検査してもらったところ、痛みを伴っているようなこともなく、頭が上下逆なこと以外は、普通の羊と何も変わることなく暮らしているそうだ。うお。どういうことだってばよ。写真見ても何がどうなってるのかよくわからん。首痛くなってきた。実は超絶エビ反りかも。アミバ様が実験した？飼いならされた羊になってたまるか。一匹だけ牧羊犬に挑む羊。毎シーズン一頭、血気盛んな若者が牧羊犬に挑もうとするらしい。全員で襲ったら勝てるのがバレそうになってる。次の年、彼を見た者はいない。一匹狼ならぬ一匹羊。退かぬ。これは主人公ですわ。こじらせたヤンキーが先生に生きってるみたいやな。バトル漫画かな？ハリウッドが映画化しそう。